ワードの画面を表示。アップル、オレンジ、バナナと入力。アップルが選択できたら、コントロールキーを押しながら C キーを押して、文字のコピーを Windows キーを押しながら V キーを押しますと、有効にするをクリックして、これでクリップボード機能が使えるようになりました。3つの文字をコピーする Windows キーを押しながら V キーを押してみてください。すると、クリップボードの画面に今コピーした3つの文字が表示されて、文字をクリックする。オレンジをクリックすると、オレンジを貼り付けることができます。アップルをクリックすると、アップルを貼り付けることができます。例えば、このバナナを残してみたい時には、5点3つ、こちらをクリックし、そうすると、ピン止めする、クリックしてバナナの文字を残しておくことができます。朝日パソコン教室の動画。皆さんこんにちは。今回は文字を複数種類コピーして必要に応じて貼り付ける方法をご紹介いたします。では早速文字を入力できる画面であれば何でも構いません。今回は例としてワードの画面を表示しておきます。では早速なんですけれども文字を入力していきましょう。1行目にアップル、2行目にオレンジ、3行目にバナナと入力しておきました。ではですね、アップルの文字、こちらを選択していただきましてコピーを取りたいと思います。一般的に文字のコピーというのは文字の上で右クリックしてコピーをクリックするというのが定番だとは思いますけれども、今回はですね、キーボードのコントロールキーを押しながら C キーを押す方法でコピーを取るのをお勧めいたします。では、アップルが選択できたらコントロールキーを押しながら C キーを押してください。これで文字のコピーを取ることができました。続いて文字を貼り付けたい場合ですね。バナナの右側をクリックしてエンターキーで開業しておきます。通常文字を貼り付ける場合というのはショートカットキーで行う場合、コントロールキーと V キーを押して貼り付けるやり方が定番なんですけれども、今回はですね、そのお隣にございます Windows キーを押しながら V キーを押しますと、クリップボードという画面が表示されましたね。このクリップボードの履歴機能というのは標準設定で無効になっておりますので、もし無効になっている場合はこちらの有効にするをクリックしてください。これでクリップボード機能が使えるようになりました。では引き続きですね、オレンジを選択してコントロール C でコピーを取る。バナナを選択してコントロール C でコピーを取る。以上で3つの文字をコピーすることができました。ではですね、バナナの下の行をクリックしまして、また Windows キーを押しながら V キーを押してみてください。すると、クリップボードの画面に今コピーした3つの文字が表示されているかと思います。あとは貼り付けたい文字をその中からクリックするだけですね。オレンジをクリックすると、オレンジを貼り付けることができます。また Windows V でクリップボードを呼び出して Apple をクリックすると Apple を貼り付けることができます。こういった具合にですね、複数種類の文字をコピーして、必要なところに貼り付けるという方法を知っておいていただけるとね、いろいろな時に便利かと思います。このクリップボードの内容というのはですね、パソコンの電源を切ってしまうと消えてしまいます。例えばこのバナナを残してみたい。そういった時にはバナナの横にあります横点3つ、こちらをクリックしてください。そうするとピン止めするというボタンがございます。こちらをクリックしてあげますとバナナの文字を残しておくことができます。これで、後日ですね、またバナナ貼り付けたいなって時はもう Windows キーを押しながら V キーを押してクリップボードを呼び出していただきますとバナナは残っておりますので、よく使う言葉はクリップボードにピン止めしておいていただくととても便利かと思います。このクリップボード機能っていうのを使いこなしていただくことによってさらにパソコンを快適に活用することができるかと思いますので、ぜひお試しください。ご視聴ありがとうございました。後日この動画でおさらいしたり新しい動画を見つけたりしやすくなるのでチャンネル登録をぜひお願いいたします。それでは。